それではセッションを始めさせていただきます。このセッションでは、初めてのクラウドフォーメーションと題して、主にこれからクラウドフォーメーションを勉強していきたいという方向けに、デモを交えながら進行させていただくセッションとなっております。よろしくお願いいたします。はじめに自己紹介ですが、私、林と申しまして、クラスメソッドでソリューションアーキテクトというロールで仕事をさせていただいております。業務としては AWS に関するコンサルであったり、アーキテクチャの設計であったり、構築などを行っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。続いて、本セッションで想定している視聴者様についてお伝えさせていただきます。冒頭簡単に触れましたが、本セッションは、これからクラウドフォーメーションを触ろうとしている方であったり、ちょうどクラウドフォーメーションを触り始めた方であったり、あとはインフラストラクチャーズアコードに興味をお持ちの方、こういった方々を対象に、あまりテクニカルな内容になりすぎず、どちらかというと入門者の方や初心者の方向けにお届けできるような内容を考えております。そして、本セッションを視聴し終わった後、皆様にこういう風な状態になっていただきたいというゴールですが、まずはクラウドフォーメーションって何という問いに対して、困らずバスッと答えられるようになっていただきたいというのが1点目にございます。2点目ですが、本セッションではデモを交えてクラウドフォーメーションの使い方をご説明させていただく部分がございますので、クラウドフォーメーションのコードを書き始めるきっかけにしていただいたり、自身で書いたコードを実行して、インフラ環境を作れるようになっていただきたいと思っております。また、初心者の方が陥りやすい簡易なエラー集もセッションの中に含んでおりますので、そのあたりのトラブルシューティングなんかもできるようになっていただけると大変嬉しく思います。それでは本セッションの流れですが、はじめにクラウドフォーメーションというサービスをすごく簡単におさらいさせていただきます。次に、クラウドフォーメーションを実際に使っていく前に少し考えていただきたいことなんかをお伝えさせていただきます。そして、デモを交えながらコードの解説であったり、実際にクラウドフォーメーションを使いながらインフラ環境を作っていきたいと思います。最後に、クラウドフォーメーションを含むインフラストラクチャーズアコード全体で考えていただきたいことをお伝えし、セッションを終了させていただこうと思っております。おおむね30分程度のセッションとなっておりますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまず、クラウドフォーメーションというサービスのおさらいをさせていただきます。まず、クラウドフォーメーションって何だったっけなという方はですね、本セッションでは2つだけでいいので、覚えて持ち帰っていただければと思います。まず1つ目ですが、クラウドフォーメーションは、コードで定義された AWS リソースを自動で作ってくれるサービスです。そして2つ目が、クラウドフォーメーション自体の利用にはお金がかかりません。というこの2点です。今日はこの2点だけでいいので覚えて帰っていただければと思います。少しイメージ湧きやすいように絵にしてみました。はじめに AWS リソースをコードで定義します。そして定義したファイルをクラウドフォーメーションで読み込んで実行することで、コードで定義していた環境が AWS 上に作られます。こんなようなイメージです。簡単にクラウドフォーメーションというサービスのおさらいをさせていただきました。はい。続いて、クラウドフォーメーションを実際に使っていく前に少し考えていただきたいことなんかをお伝えさせていただきます。まずこちらです。今この時点でこれらの質問にピンときてなくても全然問題ありません。少しでもこの質問の意図が伝わるようにですね、今から解説を進めていきたいと思います。まず一つお考えください。特にこれからクラウドフォーメーションを触ろうと思っている方、今なぜクラウドフォーメーションを使おうと思っていますでしょうか。少しお考えいただければと思います。背景は人それぞれ様々あるとは思いますが、例えばプロジェクトのリーダーからクラウドフォーメーションで行くからよろしくといきなり言われてしまってとか、あとは自分がプロジェクトに入った時にはもう決まっていたしとか、もしくは、なんかよくわからないけどそうなってたとか、いろいろあるかとは思います。一
人それぞれ様々あって全然 OK なんですけれども、そんな方々に向けてですね、一つだけ、認識しておいていただきたいことがございます。それは、クラウドフォーメーションっていうのは手段の一つであるということです。コードを書いて環境をプロビジョニングするっていうサービスは、クラウドフォーメーションが唯一無二の存在ではなくて、あくまでも選択肢の一つであるという点はぜひ覚えていただきたいと思います。本セッションでは、ここに登場しているサービスの比較は特にしませんが、それぞれ特徴を持ったサービスになっています。クラウドフォーメーションは手段の一つという内容を認識いただいた上で、何をお伝えしたかったかというと、必ずしもクラウドフォーメーションが最適な手法であるとは限らないということを皆様にお伝えさせていただきたかったです。もちろんクラウドフォーメーション自体を否定しているわけではなくて、適材適所で使うサービスを選択してくださいということがお伝えしたかった内容となります。なので、腑に落ちた状態でコード化の作業を進めていくためにも、なぜ今のプロジェクトではクラウドフォーメーションを使っているんだっけとか、なぜクラウドフォーメーションを使おうと思っているんだっけっていう理由はですね、今一度周りの関係者の方に確認しておくのがよろしいかと思います。続いてもう一つお考えいただければと思います。先ほどクラウドフォーメーションは手段の一つであるというお話をさせていただきました。手段ということは当然目的があるということですが、今クラウドフォーメーションを使っている方、またはこれからクラウドフォーメーションを使おうと思っている方、そのような方々はクラウドフォーメーションを使って何をしたいでしょうか？もしくは何を達成したいと思っていますでしょうか？こちらも少し考えてみていただければと思います。いかがでしょうか？中にはですね、コードを書いて環境を作ってくれるのがクラウドフォーメーションそのもので、そのために存在しているサービスじゃないのという方もいらっしゃるかとは思います。それ自体は別に間違いではありませんが、そんな方々に向けてですね、クラウドフォーメーションを含むインフラストラクチャーズアコードのいろいろあるメリットから、コード化すると何が嬉しいんだっけっていうのを、改めて一緒に簡単に考えてみたいと思います。少し調べたことがある方なんかはご存知かとは思いますが、インフラストラクチャーズアコードであったり、クラウドフォーメーションのメリットデメリットを調べると、大体このスライドのようなまとめになります。まずメリットという部分で言うと、コード化してプロビジョニングしているため、効率的に構築できるよねっていった部分は皆さん、なんとなくご認識いただいている部分かなと思います。その他の部分で言うと、コードの使い回しができるので開発のコストが抑えられるよねとか、あとは人手の操作じゃないからオペミスも減るよねとか、あとは、クラウドフォーメーションは自身で展開したリソースを勝手に管理してくれてたり、あとは、そもそもインフラをコード化しているので、インフラに対するバージョン管理であったり、変更管理もしやすくなるよねっていったようなメリットがあります。それから、逆にデメリットと書いてるんですけれども、僕自身これはあまりデメリットとは思っていなくて、便宜上そういった表現にしているだけなんですけれども、やっぱり使ったことないサービスを使いこなすためには、それなりに学習コストがかかってしまうっていう部分と、あとは、とは言っても手動の方が早く対応できるケースであったり、そもそも再利用しにくいコードがあるよねっていったケースなんかはデメリットとして扱われることがあったりします。それで私が何をお伝えしたかったかというと、メリットを見ていただいたと思うのですが、どちらかというと運用面でのメリットが多いように感じないでしょうか。先ほど、クラウドフォーメーションで何をしたいかという質問をさせていただいたときに、あまりピンと来てなかった方はですね、少しコード化した後の運用がどんな風になって、どんな風に便利になりそうかというのをイメージしていただければと思います。少しイメージしていただけますでしょうか。いかがでしょうか。例えば、環境に対する変更のレビュー方法が効率的になりそうだなとか、運用の中で環境を作ったり消したりするような場合は、コード化してると使い回しが効きそうで便利そうだなとか、他にも、あの辺が便利になりそうだなとか、あそこの辺効率化できそうだなとか、なんとなくイメージできた部分はありましたでしょうか。
最後にですね、もう一つだけお考えいただきたいことがあります。今、頭の中でイメージした運用が回せるような運用の設計であったり、運用の体制が考えられていますでしょうか？全く考えていなかったという方はですね、もちろん、初めから完璧じゃなくてもいいと思ってます。でも、どういった風に運用を回していくかとか、どういうやり方だったら運用が回りそうかとか、そういったことを関係者間で目線合わせをしたり、それらが本当に現実的かどうかっていう部分を今一度話し合ってみていただければと思います。長くなってしまいましたが、クラウドフォーメーションを使う前に少し考えていただきたいことをお伝えさせていただきました。もう一度頭の中で考えてみてください。クラウドフォーメーションは唯一無二の存在ではありません。本当にクラウドフォーメーションでいいよねって言ったところと、あとは運用は考えられていますかって言ったところ、冒頭にお見せした時より、このスライドの意味がすっと頭の中に入ってきている状態ですと非常に嬉しく思います。クラウドフォーメーションを使う前の方であったり、クラウドフォーメーションを使い始めたばかりの方、これらをぜひ一度考えてみていただけますと幸いです。続いて、要約ですが、クラウドフォーメーションを実際に使ってみたいと思います。クラウドフォーメーションなんですけれども、AWS マネジメントコンソールだったり、AWS の CLI からも扱うことができるんですが、今回は動画のセッションということもありますので、AWS マネジメントコンソールから操作をしていきたいと思います。まず、本セッションのデモでやることです。クラウドフォーメーションを使って簡単なネットワーク、VPC とサブネットを構築するデモに始まって、いろいろなクラウドフォーメーションの機能の説明も交えながら、6つのデモを行っていきたいと思います。このデモの中でコードが登場してくるんですけれども、出てくるコードはすべて YAML で書かせていただいてますっていう点だけあらかじめお伝えさせていただきます。はい。はじめはクラウドフォーメーションを使って VPC とサブネットを2つ作っていきたいと思います。はい。こちらが VPC とサブネットを作るテンプレートとなります。まず一番上、AWS テンプレートフォーマットバージョンというものがあります。こちら記載は任意の項目になっているのですが、書いておきましょう。動画作成時点で2010年9月9日が指定できる唯一のパラメータになっていますので、このまま書いておきましょう。次にデスクリプションです。このテンプレートに説明をつけることができます。後から見て分かりやすいように説明をつけておきましょう。今回、Create Base Network という説明をつけておきます。そしてリソースのセクションから AWS のリソースを定義していきます。ちなみにここのシャープは YAML でコメントアウトを示しているので、分かりやすいようにブロックを作っておくことが私は多いです。で、これが一つのリソースのまとまりになります。今回 VPC が一つとサブネットが2つ。なので合計3つのリソースのまとまりがあります。で、この一つのリソースのまとまりに名前を付ける必要があるのですが、この名前はこのテンプレートの中で被らなければ任意の名前を付けて問題ないです。今回 VPC には MyVPC という名前を付けておきます。そして、この定義したリソースの中に、このリソースが何を指しているのかっていうのを Type というパラメータを使って指定します。VPC は AWS EC2VPC と指定します。各 AWS サービスをどのように指定するかはユーザーガイドに載っていますので、別途リンクは貼っておきたいと思います。そしてリソースのタイプに応じて定義する設定値を Property というパラメータの中で定義してあげることで細かい設定値を指定することができます。今回はサイダーブロックと名前を指定しておきます。あとは例えば設定値や作られる AWS リソースの ID などを参照したい場合なんかは、ref 関数というものを使ってリソース名を参照させてあげることで値を引っ張ってくることができます。これ何をやってるかというと、こっちの VPC で作った VPC の ID をサブネットを作るときのパラメータとして参照しているという書き方になります。それでは先ほど作成したテンプレートをクラウドフォーメーションから流していきたいと思います。
まずは AWS マネジメントコンソールにログインしている状態から始めます。サービスを検索するところから、クラウドフォーメーションを検索します。次に、スタックの作成を選択します。テンプレートの準備完了が選択されている状態で、テンプレートファイルのアップロードを選択します。そして、先ほど保存したテンプレートを選択します。アップロードできたら、次へを押します。スタックの名前に任意の名前を入力します。今回は MyNetwork とします。そして次へを押します。オプションは今回特に設定しないので次へを押します。最後に確認画面が出るので問題なければスタックの作成をします。そうするとプロビジョニングが開始されます。先ほど入力したスタック名のステータスが Create Complete になりました。作成されたリソースを見ていきます。まず VPC ですが、定義したサイダーで VPC が1つできていることがわかります。次にサブネットですが、こちらも定義したサイダーでサブネットが2つできていることがわかります。続いて、インプットパラメータというものを使っていきたいと思います。インプットパラメータがないときは、クラウドフォーメーション実行時にパラメータを指定することができません。一方、インプットパラメータがあるときは、クラウドフォーメーション実行時にパラメータを指定することができます。何が嬉しいのかというのをコードの説明と合わせて解説させていただきます。こちらは先ほど実行したインプットパラメータがないテンプレートです。ネットワークのサイダーの設定であったり、名前の部分はコードに設定を直書きしていました。例えばこのテンプレートを別のシステムに再利用させてあげようと考えたときに、直書きしている部分を再利用先の情報に書き換えてあげるっていう必要があります。コードのメンテナンスが発生してしまうので、少々手間になってしまいます。そこで、インプットパラメータというものを使います。ここでは先ほど直書きしていたサイダーブロックと名前をインプットパラメータで指定しています。今回はメタデータとパラメーターズというものを使っています。メタデータっていうのは簡単に言うと、クラウドフォーメーション実行時のインプットパラメータの表示順序であったり、インプットパラメータを定義している部分になります。パラメーターズというところは、実際にクラウドフォーメーション実行時に入力させる項目を作っている部分になります。今回は元々のコードの中で定義していた名前に関するシステム名称と環境のタイプ、それからサイダーブロックをインプットパラメータに指定しています。先ほど直書きしていた部分がどうなっているかというと、インプットパラメータで指定した名前を変数名として扱うため、その変数の値を参照するためにサブ関数を使ってインプットパラメータを参照させています。それでは実際にクラウドフォーメーションで実行してみます。はい。それでは AWS マネジメントコンソールにログインしている状態から始めていきます。サービスの検索からクラウドフォーメーションを検索します。すでに何かしらのスタックが作成されている場合、このような画面になっているかもしれませんが、右上のスタックの作成から新しいスタックを作っていくこともできます。同じようにテンプレートファイルのアップロードからインプットパラメータを記入したテンプレートを指定します。そして次へを押します。スタック名は MyNetwork1 としておきます。そして、インプットパラメータで指定していたシステムネーム、環境のタイプ、それからサイダーがクラウドフォーメーションの実行時に入力できるようになっています。例えば、システムネームをサンプル1、環境のタイプをステージング、サイダーブロックを10点形から172点形に変えてみます。そして次へ押します。今回もオプションは特に設定しませんので、このまま次へを押します。
最後確認画面で問題がなければスタックの作成をします。ここでしばらく待ちます。はい。大体この程度であれば40秒ぐらいで出来上がってきました。入力したスタック名のステータスが Create Complete になっていることを確認します。出来上がったリソースを見ていきます。今回172点系のサイダーでサンプル1ステージングという名前での VPC が1つできていることが確認できます。サブネットも見ていきます。172点系のサイダーを持つサブネットが2つできていることがわかります。それでは次は、スタック参照というものをやっていきたいと思います。スタック参照というものを簡単にお伝えすると、一つのテンプレートで作成されたリソースを別のテンプレートからそのリソースを参照させることを意味します。スタック参照をさせるためには、作成されたスタックの出力というところにですね、リソースの情報をエクスポートしておく必要があります。このあたりコードを見ながら解説させていただきます。先ほどのクラウドフォーメーションのエクスポートに情報を載せるためには、アウトプットというセクションで作成したリソースを定義しておく必要があります。このように記載しておくことで、他のテンプレートからこれらのリソースを参照することができます。今回は EC2 を作成するテンプレートの中で作成済みのサブネットをスタック参照して指定していきたいと思います。こちらが EC2 を作成するテンプレートになるのですが、スタック参照している部分がこちらになります。インポートバリューという関数を使うことで、すでに別のスタックで作成されているサブネットの ID を引っ張ってきて設定値として定義をしています。それでは実際にクラウドフォーメーションを実行していきたいと思います。はい、マネジメントコンソールにログインしている状態から始めていきます。まずはクラウドフォーメーションのダッシュボードを開きます。右上スタックの作成から新しいリソースを作っていきます。テンプレートファイルのアップロードから今回は先ほど作った EC2 を作成するテンプレートをアップロードします。アップロードしたら次へ押します。スタック名は Create EC2 としておきます。パラメータは特に変えず、キーペアだけ指定してあげます。オプションも特に設定せず次へに行きます。確認画面で問題がなければ、スタックを作っていきます。でしばらく待機します。はい、こちらも、指定したスタック名でステータスが Create Complete になりました。リソースを見ていきたいと思います。EC2 が1台出来上がっていることがわかります。サブネットを見てみると、先ほど作ったサブネットが参照されて、そこに紐づいて EC2 が出来上がっていることがわかります。はい、続いては、スタックをアップデートしてみたいと思います。ここから先ほど作った EC2 に対してアップデートをかけてみます。1.5 注意なのですが、アップデートするパラメータによっては、以前のリソースが破棄されて、新規作成されるっていう動きになる場合がありますので、実際の環境で行う場合には、事前の検証を行っていただけますようお願いいたします。今回、スタックのアップデートということで、EC2 の設定を変えていきたいと思います。簡単にできそうなところで、削除保護の有効を入れてみたいと思います。はい。こちらが先ほど作成した EC2 になります。現状この EC2 の削除保護は無効になっています。クラウドフォーメーションのダッシュボードに移り、左側ハンバーガーメニューを開いて、スタックを押すと作成済みのスタックの一覧が出てきます。先ほど作った EC2 に対してアップデートをかけていきます。スタックのアクションから既存スタックの変更セット作成をしていきます。次に既存テンプレートを置き換えるを選択し、テンプレートファイルのアップロードで
削除保護の有効がついたテンプレートを選択します。そして次へを選択します。パラメータは特に変更ないのでそのまま次へを選択して、オプションも特に設定しませんので次へを選択します。最後の確認画面で特に問題がなければ変更セットの作成。それから変更セットの作成の名前と説明。今回そのままで作成を進めます。変更がありますという部分が一点検知されて、実行ステータスが Available になっているので、実行していきます。スタック名、つけているスタック名に対して、アップデートのプロセスが始まっているというステータスになっています。Create EC2 というスタック名で、アップデートコンプリートになったことが確認できます。リソースを見ていきたいと思います。はい。EC2 の削除保護の設定を見てみると、現在の設定が有効に変わっていることがわかります。続いて、ドリフト検出というものをやっていきたいと思います。これは、リソースを作った時のコードと実体との差分を検出してくれる機能です。実際にやっていきたいと思います。はい。先ほど EC2 の削除保護をクラウドフォーメーションから有効に変更しました。ここでは手動で削除保護を再び無効にしたいと思います。はい、無効になりました。この状態でクラウドフォーメーションから見ると実行したコードと実体の差分がある状態となりました。これをドリフト検出という機能を使ってチェックしていきたいと思います。クラウドフォーメーションのスタックの一覧から先ほどの EC2 のスタックを選択し、ドリフトの検出を実行します。続いて同じようにスタックのアクションからドリフト結果を表示を選択します。するとドリフトステータスが1点変更されたものがあるというステータスになっています。ラジオボタンを選択してドリフトの詳細の表示を選択します。そうすると削除保護は True のはずなんですけれども、現在の値は False になっているよ、無効になっているよというのが検出されています。これがドリフト検出という機能となります。それでは最後に作成したスタックをすべて削除していきたいと思います。今回、クラウドフォーメーションを使って作成された EC2、それから VPC、それからサブネット、今は存在している状態です。それぞれスタックごと消していきます。スタックをクリックすると削除の状態を見ることができます。Create EC2 というスタックのデリートが完了したというステータスになりました。続いて VPC とサブネットも削除していきます。マイネットワーク1というスタックが削除されました。マイネットワークというスタックも削除されました。リソースを見に行くと、EC2 はターミネートの状態になっています。VPC も削除されています。サブネットも削除されています。このようにスタックを削除することで、それに紐づくリソースもクラウドフォーメーション側で削除してくれるというのも特徴です。クラウドフォーメーションを触り始めた初期の頃によく遭遇していたエラーをまとめましたのでご紹介したいと思います。まずは権限周りのエラーです。初めの頃、クラウドフォーメーションにどういった権限が必要だったかっていうのがわからなかったりしたので、とりあえずクラウドフォーメーションのアドミン権限つけて、クラウドフォーメーション実行するみたいな感じでやってました。まず、クラウドフォーメーションのアドミンだけつけて実行するとどうなるかというと、テンプレートのアップロードでこけます。テンプレートを S3 に置いているので、S3 にプットする権限も必要になっていたりします。
はい。なので、S3 の権限をつけてみます。でこれで OK と思いきや、次は IAM と、SNS の情報も参照しているようで、その部分でエラーになります。で次に、IAM のリード権限と SNS のリード権限をつけてみます。でこれで OK と思いきや、実際に VPC を作成するテンプレートだったんですけれども、VPC を作成する権限がなくてエラーになります。なので最後に VPC を作成する権限をつけてあげて、無事にスタックを正常終了させることができました。クラウドフォーメーションには、クラウドフォーメーション自体で必要になる権限と、クラウドフォーメーションで作成するリソースに対しての権限が必要になりますので、ぜひ覚えていただければと思います。はい、続いてこちらは、クラウドフォーメーションというよりかは、YAML の書き方に近いエラーになります。テンプレートをアップロードして次に進むタイミングでこのようなエラーが発生しました。でメッセージから、テンプレートの37行目が怪しいっていうのが想像できるかと思います。なのでテンプレートを見ていきましょう。37行目を見ると、特に変な風には見えません。そういった時はですね、37行目付近、周りを見るようにしましょう。おかしいところお気づきでしょうか？はい、サイダーブロックを定義している項目のインデントが誤ってました。このあたりは厳密に評価されますので、コードをコピペする際はお気をつけください。続いてこちらも、クラウドフォーメーションというよりかは、YAML の書き方に近いエラーとなります。今回もテンプレートをアップロードして次に進むタイミングでこのようなエラーが出ました。ただし今回はどの行でエラーになっているかはメッセージからだけではわかりません。しかし、Dependencies Cider Block と出ているので、Cider Block を扱っているコード周りが怪しいと想像できます。それではテンプレートを見ていきます。おかしいところにお気づきでしょうか？インプットパラメータを参照しているサイダーブロックですが、インプットパラメータで指定している名前と参照している名前の大文字小文字が揃っていませんでした。こちらです。はい、ついつい手書きでコードを書いていると、意図せず大文字小文字の間違いが出てくることもあるかと思いますので、このあたりもぜひ気をつけていきましょう。はい。そして最後です。クラウドフォーメーションの実行中に、Property Cider Block cannot be empty というエラーが発生しました。これはそのままで、サイダーブロックは空っぽにできないよというエラーで、定義が必須の項目であったと想定できます。実は、定義が必須なパラメータかどうかっていうのは事前に把握することが可能です。指定しているリソースのタイプで検索していただくと、このようなユーザーガイドにたどり着きます。ここでは、そのリソースに対してどんなパラメータを指定できるかというものが記載されています。例えば、今回エラーになったサブネットのリソースの内容を見てみると、サイダーブロックは必須であったことがわかります。コードを作成する際は、ユーザーガイドと照らし合わせながら必須のパラメータが漏れていないか確認するようにしましょう。最後に、次回も込めて、クラウドフォーメーション含むインフラストラクチャーズアコードで考えておきたい心づもりみたいな部分をお伝えできればと思います。これは僕自身もたまにあるのですが、コードを書いていると、ついついトライアンドエラーの沼にはまって、エラーを解消することに必死になってしまうっていうケースがよくあります。それはそれでいいんですが、そうして出来上がったコードは、時に設計を見失って出来上がってしまっている場合があります。なので、コードを書きながらも、設計としての視点っていうのは常に意識していただければと思います。インフラストラクチャーズアコードという聞こえはかっこいいです。でも結構エラーの消し込みとか泥臭かったり時間もかかったりするという側面もあったりします。なので、やっぱりコード化にかけるコストとインフラストラクチャーズアコードで受けられるメリットとの費用対効果のバランスでインフラストラクチャーズアコードをご検討いただけますと幸いです。最後セッションをまとめさせていただきます。いかがでしたでしょうか？このセッションがですね、クラウドフォーメーションであったり、AWS に興味を持つきっかけになっていただいたり、インフラストラクチャーズアコードにどっぷりハマるきっかけになっていただけますと、とても嬉しく思います。
以上でセッションを終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。